除加湿機能付きダイキンストリーマ空気清浄機を徹底解説。というわけでこんにちは。家電やガジェットを紹介しているケイタです。今回は空気清浄機の中でも加湿や除湿機能のついたダイキンのプレミアムモデルストリーマ空気清浄機 MCZ704A を徹底解説します。花粉 PM2.5、乾燥、そして気になる匂いまで、これ1台で空気の悩みをまるっと解決してくれるすごい空気清浄機です。まず最初にお伝えしたいのがダイキン独自の技術ストリーマのパワー。これは空気中のウイルスやカビ、匂い成分などを酸化分解力の高い高速電子で分解する仕組みで、その力はなんと約10万度、太陽16個分に匹敵するそうです。一般的なプラズマ放電と比べて酸化分解力が1000倍以上になるので、 PM2.5 や排気ガスなどの大気汚染物質をも分解することができるんですね。で、なんとこの空気清浄機はそんなストリーマのさらに2倍のパワーであるツインストリーマが搭載されていて、かなり強力な空気清浄機となっています。ストリーマ単体でも花粉や排気ガス、 PM2.5、カビやダニ、ハウスダストなどのアレルギー物質のほか、インフルエンザやコロナ、ノロなどのウイルスもかなり高い水準で抑制されることが証明されています。なのでその2倍であるツインストリーマではより短時間で高い効果が出るようになっているというわけですね。とはいえ排気ガスや PM2.5 を分解すると言われても目に見えないし、あまり気にならないかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、排気ガスや PM2.5 などの大気汚染物質を分解することがなぜいいのかというと、これらは花粉のアレルギー症状を悪化させる物質と言われているからなんです。森が近くにない都心部でも花粉症の症状がひどいなんてことありますよね。それは排気ガスや PM2.5 が影響しているからかもしれません。ダイキンのストリーマ技術では花粉、排ガス、PM2.5 を同時に分解してアレルギーを起こす強さを 92.4% 低減することが実証されています。そしてさらにダイキンの空気清浄機はダブル方式なので、もう一つアクティブプラズマイオンという空気清浄機能が備わっています。アクティブプラズマイオン方式はイオンを空気中に放出して浮遊しているカビ菌やアレル物質などに作用します。つまり空気清浄機内に吸い込んで分解するのと空気清浄機外に飛び出して作用するのと2つの方法で空気を清浄してくれるのがダイキンさんの空気清浄機なんですね。数ヶ月使用した感想だと、ペットがおトイレをしても匂いがすぐに除去されます。匂いの除去のスピードはかなり速いと思います。実験では浮遊ウイルスや浮遊カビ菌は約17分で抑制。花粉、排ガス、PM2.5 は90分以内に 99% 除去されるそうです。花粉や PM2.5 対策はもちろん、日常的な匂いが気になる方にもかなりおすすめですね。2、フィルターがすごい。フィルターというとヘパフィルターという名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。もともとは製造工場などの換気装置用として開発された高性能な微粒子エアフィルターのことで、最近では空気清浄機や掃除機の排気口などに取り付けられていて、フィルターが優秀かどうかの一つの基準となっていますね。JIS規格で細かく性能が規定されているフィルターになります。アレル物質を漏れなく集めることは空気清浄機に期待することの一つですよね。このストリーマ空気清浄機ではヘパフィルターでありながら、さらに撥水・撥油効果の高い素材を使用したタフフィルターが搭載されています。通常の静電ヘパフィルターに比べて汚れが広がりにくく、静電力が落ちにくいため、なんと1年間フィルター交換が不要だそうです。空気清浄機は物によってはこまめにフィルターの交換が必要になります。例えば私も持っていますが、あるメーカーさんの空気清浄機では1年ごとにフィルターの交換が必要だったりします。フィルターの価格はメーカーさんやものによりますが、
毎年買うというのは結構しんどい価格だと思います。なので使い方によるとはいえ、10年フィルターを変えなくていいというのはとてもコストパフォーマンスがいいなと思います。お手入れとしては2週間に一度全面のフィルターを掃除機ですって水洗いすることが推奨みたいです。エアコンよりも低い位置にあるので身長に関係なくお手入れがしやすいかなと思います。お手入れの際はアレル物質が付着していることも考えてマスクをつけることをお勧めします。3、加湿ができる。空気の悩みとして乾燥問題を抱えてはいないでしょうか。うちでは熱中気になっていますが、特に冬場は霧吹きで水をまいても間に合わないくらいひどいです。ただ加湿器は暑さの部分で気になったり、暑くないものでは雑菌の面で気になったりと、なかなか買うのが難しい機械です。しかしなんとダイキンのストリーマ空気清浄機は加湿機能がついています。空気を取り込み送り出す性能が優れているので、広い部屋でもしっかり潤います。さらに加湿する水はストリーマの力によって細菌が抑制されているので、雑菌の面でも安心です。貯水タンクは外して移動できるようになっていて、簡単に水を入れることができます。外している間、本体の横が空いてしまうので、ペットがいらっしゃる場合は入らないように注意する必要があります。タンクには水道水を入れますが、満タンまで水を入れると私には少し重いです。気合で入れたり少なめにしたりしています。水を入れる頻度ですが、うちでは冬場1日に1から2回給水しています。一つポイントとしては、加湿機能のついた機械は窓際には置かない方がいいということです。窓際の湿度が上がると結露の原因になってしまうからですね。それでもスペースの関係上、窓際に置くしかないという場合もあるかと思います。そんな時は夜に加湿機能をオフにしたり、タンクを空にしておくと朝方の結露が減らせるかなと思います。加湿用のフィルターは5年間交換不要で、お手入れは月に一度水洗い推奨となっています。水垢が気になる時はクエン酸でつけたり拭いたりしてから水でよく洗い流すといいみたいです。注意点としては、銀イオンカートリッジは濡れないようにした方がいいみたいです。フィルターは濡れたままセットしても大丈夫なので、乾かす手間もなくお手軽かなと思います。4、除湿ができる。ダイキンストリーマ空気清浄機のすごいところ4つ目は除湿機能があるところです。冬場は確かに加湿機能があると助かりますが、雨の日や部屋干しをした時の湿度の高さ、この空気清浄機はそこもコントロールすることができます。雨の日には除湿タンクにどっさり水を取ってくれます。タンクの水は捨てて戻すだけなので、実際にやってみると加湿タンクと同様にこちらもあまり手間には感じません。こちらもお手入れは月に一度水洗いしたら良いみたいです。5、センサーで全自動。感動ポイントその5は、人よりも優秀なセンサーです。びっくりします。空気清浄も加湿も除湿もお任せで全部してくれます。具体的にはホコリ、PM2.5、匂い、温度、湿度、このセンサーがリアルタイムで空気の状態を検知して自動で最適な運転モードに切り替えてくれます。例えばペットがおトイレした時、空気清浄のボタンを押そうと思う前にもう動いていて、匂いは消えていきます。湿度に関しても自動で加湿と除湿を切り替えて適切な湿度を保ってくれます。加湿されすぎることもなくて、除湿されすぎることもなくて、湿度も乾燥も気にすることがありません。手動でボタンを押さなくていいので本当に快適です。6、実際に使ってみた本音。非常に便利です。本体は大きいですが、その分スリムなものに比べて少し風の音も静かかなと思います。購入する前はお手入れの手間が心配でしたが、イメージよりずっとお手軽でした。うちの猫さんの静電気問題もね、すっかり解決しました。ストリーマ空気清浄機はこんな人におすすめ。花粉、PM2.5、ウイルス、カビ、匂い対策をしたい。加湿も除湿もこなしてくれる1台が欲しい。お手入れが楽で長く使える空気清浄機を探している。価格はやや高めですが、
トップクラスの性能が備わっていると思いました。空調に特化したメーカーさんの間違いない1台だと思います。いかがでしたか？ダイキンの除加湿機能付きのストリーム空気清浄機、気になる方は詳細をチェックしてみてくださいね。もしこの動画が参考になった方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。